全然圧関係ないですね。エルゴで全然濡れますよね。濡れたっすね。全然。なんかもっとやばいコンプレッサーエアブラシで絵描いてる子とかの塗料って基本的にウレタンなんで、そうか。0.2 とか 0.15 のエアブラシで普通にああいう線描けちゃうんで、まあその代わりに希釈 200% ぐらいとかまで上げちゃいますけど、希釈 200%。もうなんか1対2なんで。そうです。ラッカーも基本1対2とかですよね。1対2。けどラッカーの 200% とウレタンの 200% 全然違うんですね。基本的にラッカーは乾燥したらまあ痩せる、ウレタンは痩せないっていうイメージがあるんだけど、なんかありますね。だからウレタンはもう一発塗りでもう OK まあ樹脂の量ですよね。だから詰まりやすいっていうのは基本的には残るその樹脂の量がウレタンの方が多いので、結局エアブラシの中に放置してしまうと固まってしまうっていうのはそのウレタン樹脂が固まってしまうだけなので、まあそれは別に室内で希釈してもらったら希釈で溶かしてもらって洗ってもらったら基本的には溶けるんで、それが硬化剤が入ってるとそういうわけにはいかないんです。硬化剤はもうダメ。はい。それ2液とあれの違いなんですね。それ多分気になってる人おるかもしれないな。いやいや、多分2液のイメージがすごいあるんで、そうそうそう、もう僕は昔のだからタメカさんのウレタンとか入れた時なんかは、もうどうなってもいいエアブラシじゃないとよう吹かんくて、そうそう、あとタミヤさんの4000円の決めたやつあれ。エアブラシも僕らが使うのがアネストが多いんですよ。アネストさんと、まあ、他のホビー用のメーカーさんの大きな違いってやっぱ溶剤に対してのその強さが違う。使ってるパッキンも違うし、そうやっぱそうですよね。パッキンすぐやられる感じするっすよね。基本的にはアネストとかのやつっていうのはテフロンパッキン使ってるんですよ。めっちゃ変わったっすよ。これがやっぱウレタンサーフェイサーじゃないとダメなんだなっていう。これが溶けとる状態。そうそう、右側もめっちゃ溶ける。ラッカーも溶けてない、溶けにくいだけであって 100% 溶けてないわけじゃないので、これが結局引きにつながるんですよ。いや、これちょっと日本一詳しくなってる模型店じゃないですショーアップさんのところ。だろうね。ここからうんちくが始まるよ。マジでマジで。俺はね、多分ずっと喋りますよ。同じ今聞いたことすべてそう同じような。同じような感じ。けどこれ AG の場合にやっぱツルとさせにはダメなんでしょ。AG の AG をのベースは。いや AG のベースの時も、この工程してもらうと全然違う。この上からもうAG 塗ってしまえばもう。ダメです。ダメです。ダメでしょ。AG の塗料は基本的にはツヤが出る性質を持っている塗料なんですよ。やっぱツヤツヤテカテカにするための目的の塗料なので、けど今のこのリアルブラックとかうちの1液性のウレタン塗料っていうのは目的が違って基本的にはツヤを出すっていう成分一切入ってないんですよ。だけどマジョーラとかにしてみればツヤを出す意味がないと。意味がないです。はい。だから僕らからするとホビー用のそのラッカー系の塗料でツヤありなしの赤青黒とかあるじゃないですか。あれって意味ないんですよね。意味がないというか、結局はクリアで調整してしまえばいいだけの話であって、そこをそんな無駄に多く揃えるわけこと必要性が基本的にはないです。ツヤを出すなしっていうのは基本的にはクリアコートで決める形であって、だからツヤありの黒、ツヤなしの黒、半ツヤとか揃えるよりもクリアを2つ、ツヤ消しとツヤなしのクリアを持っておいてもらって割ってもらうとかツヤを調整してもらう方が多分クリアっていうのが一番そのツヤの出しやすい塗料ですね。やっぱスケールがちっちゃくて細かいから一個一個にそのトップコートしてらんないっていうことで多分バリエーションがタミヤさんは出てるんですけど、ラッカー系の最初あれはだからラッカーの塗料も今の僕みたいなその塗り方してもらうと量むちゃくちゃ節約できるんですよ。けどみんなツヤっとなんか塗ろうとして結局トップコートクリアかけるのに圧熱するでしょ。結局それが溶剤がこもってしまうんですよ。もうウェットでずっと塗っていくから、で結局それをクリアコートしてしまうことによってクリアコートに揮発していく塗料が溶剤が
こうちっちゃい穴を開けてしまうんですよ。それは結局艶引きって言われてるんです。だからしっかりクリア行く前に黒とかでツヤツヤに塗ったんであればラッカーでも一回そこでしっかり乾燥だけしてもらって溶剤をしっかり抜いてもらってからクリアコート行ってもらえばツヤって落ちにくいんですけど、そこを溶剤ぐじゅぐじゅの状態で表面は乾いてますそれは。けど中の方が全然乾いてない状態でクリアコートをしてしまうんで、そのツヤが引いてしまったりとか後で割れてきてしまったりとかっていうのにつながる。今の感じのサーフェイサーがしっかりしてればもうあとは何しても大丈夫ですね。終わりと始まりだけしっかりやって、はい、途中は艶が出ようが出まいが、結構もう経済誌いっぱい読んだんですけど、車のカート層もうその時からもう垂れる直前まで吹くとかいますからね。あれって結局それだけ伸びる性質を持ってない塗料で塗ってるからなんですよね。僕たちの塗料って基本的には八分艶とかで塗る塗料なんですよ。で八分艶で塗って塗料が勝手にくっついて伸びてくれる性質を持ってるんですよ。だからプラスチックも溶かしやすいんですけど、その性質を持ってるんで基本的にはザラザラに仕上がることは基本的にないんですよ。いや艶がないのにザラザラじゃないっていう感覚がすごく、ね、なんか想像ができないけど、ね、やっぱ、ラッカー系のザラザラって大きい粒子がこうデコボコについて、あれって結局は今こう溶剤を一回一回抜きながら乾かしてこう艶を引いた状態で重ねていったじゃないですか。ああしていくと結局しっかり伸びた状態の上に塗料がまだ重なってこう伸びていってくれるんで、こうつるっと仕上がるんですよ。で結局溶剤が抜けきる前にこう伸びきる前にこう粒の状態でついたものの上にこう重ねていくんで肌が荒れていくんですよ。で結局は細かいその伸びた状態しっかり伸ばした状態の上で重ねていってもらったらこういった形で簡単にツヤっと仕上がるんですけど、溶剤が残ってるぐじゅぐじゅの状態で重ねていくとどうしても肌が荒れてしまってザラザラの状態に仕上がる。一回一回しっかり乾かせない。そう一回一回何でもラッカーでもそうですけどしっかり乾かしてもらったらこれマジョーラ。はい、じゃあもうマジョーラいきますか。はい。乾かしてる最中がね一番なんか面白い話出てるから俺思わずこれカメラずっと持っといた方がいいなみたいな。もう全然違う。なんならラメもなんかこうねギラついてまとまりがない、まとまりがないですね。で最後クリアですか、クリアコートでその希釈を何%って変えても乾かす時間はあんま変わらないんですか？やっぱりシンナーが多く入るってことは揮発が早くなるので時間は上がります。むしろ早くなるんですね。まあそうでしょうね。スッとシンナーが多いほど早い。早いですよ早いです。それは遅いっていうイメージは結局厚塗りしてるから。私あれかラッカーの方はレベリング薄めてやる気乾かないようなものをいっぱい使ってやるけれども厚みにしたら乾かない。そういや本当そうですよ。さっき言われたように伸びないからレベリングするんですよ。本当だ。だからウレタンのシンナー使ってもらうだけでもラッカーの塗料がすごい塗りやすくなる。ラッカーにもウレタンのシンナー使えるんですね。面白い。なるほどな。基本的にシンナーは樹脂入ってウレタンのシンナーってなってますけど、基本的にはラッカー専用ウレタン専用のシンナーっていう部類分けはしてますけど、入ってる成分は基本的にアセトンとかその成分の差だけであって、基本的にはどのシンナーも基本的には使える。水性を油性にするわけじゃない限りは。なるほど。これめっちゃ使ってほしいこのとこ。これ結構今使えないから難しいか。ちゃんと撮ってたらいいですけど。いや撮って僕は映像撮ってないんで。全然撮ってない。俺もずっとこれ映ってるわ。しもうた。そういうことです。これもう希釈なしでいきますわ。じゃあちょっとクリアはじゃあちょっといきますね。全然濡れるんで希釈なしで。僕はあんまりシンナー入れるのも好きじゃないんで、ツヤの引けにつながるんでね、やっぱりシンナー入れちゃう。
っちがどっちがそうどっちがどっちか分かんなくなってきたんだよね。サーフェイサーこっち側なしですね。こっちがなし。そう乾いたらダメになるんでしょうけど、でクリアがすごすぎてなんかリカバリーできちゃったように見えちゃうみたいな。多分そこまで引かないと思いますけど、クリア持ってるこっちがこっちがあるG、こっちがサフがある。もうちょっと乾かしてからなんかいいかもね。ちょっとこちらではクリアが熱そうだ。ドライヤー当てた方がいいです。多分常温で多分乾くんでいいと思いますよ。なんかね動画的にどっちも綺麗だっていう、どうなってまあ時間が経てばあれだけどみたいな。この面積で塗ってるから余計に分かりにくいだけであって、高面積になればなるほどちょっとこれがもっと溶けやすいものとかに塗ってるともっと差が出る。ウレタンの樹脂が入ってる、マジョーラにウレタンが入ってるんで樹脂がある分、ある程度埋めてくれてるんでね、ごまかし効いてますけど。蛍光管のライトで若干わかるかな。マジョーラの粒子の粗さは違いますね、明らかに。立ち方が変わる。立ち方が違いますね。で発色がやっぱりどうしても黒く見えるんですよ。確かにチラチラはしてるよね。鮮やかさが落ちてますね。なるほどね。色の出方が全然違う。ここは出るな。思いっきり映ってます。大丈夫ですか？それで光沢になってる。やばいぐらい鏡面ですよ。まあわからんよ。これだけ近づいたら違いが出るな。この 1K にこのウレタン専用のシンナーじゃなくて逆にラッカーのいきますよ。を使って大丈夫です。試着することも可能です。基本的にそのエアブラシで塗ったりするとき、ガイアさんのブラシマスターとかって結構溶解力強くて、リターが入ってると思うんですけど、乾燥するとそれリターダー効果もちゃんとそれでじゃ出ますよ。あリターダー出たら逆にいけんのんかウレタンを下に浸透してしまうっていう。今みたいな感じで塗り込めるんであれば、基本的には多分そういう僕らの専用のシンナーとかでもいいし、普通の通常のラッカー、乾燥そこまで遅くないラッカーでもいいと思うんですよ。けどちょっと塗りがなんていうんですか、均一に塗りにくかったりするんであれば、ちょっと溶解力が強いシンナーでわざと伸ばしてやるっていうのもあります。クリアを。なんかウレタンシンナーも夏用冬用とかって何回あったりしますか？なんかある。ウレタンは基本的にスーパースローから始まって、スーパースロー、スロー、スタンダード、クイック、スーパークイックでリターダーとか。それの中にリターダーが別におるんですね。あるんですよ。スローズと同じじゃないですね。でレベリング剤っていうのがある。リターダーとレベリング剤は別ですね。そうなんですね。リターダーとレベリング剤は違います。リリターダーっていうのは基本的に揮発しないっていうか、しにくい溶剤、乾かないっていうのがリターダーって言われています。レベリングは速度を変えてる。そうですね。だから僕らの通常のシンナーにリターダー、夏場とか言ったら湿気が多い時とかだとリターダーを入れて、言ったらシンナー空気中、塗料の中に水分って絶対入るでしょ。湿気の多い時って。そうする時はリターダーをわざと入れるんですよ。でブラッシングを起こす時ありますよね。ブラッシングって分かるかな。曇る、一瞬黒とか白焦げる時あるでしょ。発火みたいな。あれって結局塗料の中に水分が入っちゃってるんです。それをどうやって防ぐかってなると、僕らって雨の日でも全然普通に塗装するんで、しなきゃダメですもんね。そういう時はわざと温風かけるんですよ。塗装ブースの中に温風かけて、言ったらシンナーよりも先に水を飛ばしちゃうんですよ。その時にリターダーをわざと入れるんですよ。水よりも先に乾なんか乾燥発火する時は緊急的にもうドライヤーブジャーでガーッと、そしたら発火が切れる。それってでもそれすると
通常のラッカーだと消えにくかったりもするので、そういう時にリターダーでわざと塗料を乾きにくくするんですよ。だから先に塗料のシンナーを抜くよりも水気を抜いちゃう。そうするとブラッシング防げる。なんかガソリンを取る蒸留みたいな話ですね。重油軽油みたいな蒸発のそう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 。そうすると艶上がっちゃうから半ツヤとかがしにくいですよね。艶消し剤が効果が出にくいってことですよね。あれは結局のところ艶消し剤の艶が落ちにくいっていうのは乾ききってない状態の上から基本的にかけちゃうんですよ。だから結局は多分そのクリアに艶消し剤を入れて艶が落ちにくいっていうのはリターダーが入れて落ちにくいっていうのは基本的にはクリアを行く前の塗料が一回溶剤こもっちゃうんですよね。でその溶剤がこもったことによって乾いた状態の上から塗る艶消し剤の効果と差が出ちゃうんで。なるほどなるほどなるほどど。ういうこと？いや要はちゃんと乾かせってこと。わかりやすい。要はちゃんと乾かせる。なるほどね。なるほどね。乾かさないと下の。だからその艶消しのクリアも1回目2回目3回目っていくときに1回ずつの乾燥をしっかり取ってないと乾きムラで艶のムラが出るんで。それ最後で動画でちゃんと行こう。さっき希釈の違いのあった話も俺がカメラでたらめに動かしてたからあれも欲しいよ。艶消しも皆さん結構勘違いしてるのが艶消しのクリアだから艶を出して塗っちゃいけないってみんな思ってる。結構思ってます。思ってます、じゃなくてあれは艶消しのクリアも艶を出して塗らないと均一な艶の引きにならないんですよ。テカるように拭いて後でその揮発した時に粒子のザラザラが残るから艶消しになるってことですね。荒れてないもんね。結局その艶を出したらダメっていう塗り方で塗っていくと荒れちゃう。で基本的に艶消しのクリアとか艶消し剤が入っている塗料って乾燥すごく早いんですよ。だから余計に荒れやすい。なるほど、通常のクリアよりも乾燥上がっちゃう。ありがとうございます。だから板金屋さんが塗った艶消しはムラムラなんですよ。いや分かる。その僕らの業界でもいるんですよ。艶を出して塗っちゃダメなんだ艶消しした人はいるんで。いや分かる。たまにとかね、広島に1回見るに耐えない艶消しとかデカールに対してはやっぱりこれは成果。いやでもデカールで使われてる方多いですね。ラッカーより多分溶かすなんていうんですか、浸透力は、ウレタンのクリアってそこまでないんですよ。だからラッカーのクリアでべったり塗ることを考えると、捨て拭きだけしてもらってそこで一回層を作ってやってもらうんであれば多分デカールでも全然デカール貼った後のその段差を消すとか見た目上に、これをぼかすための行為が多いっていううちの商品で多分一番ビビるというか、なんていうんですか、ネックになるのが溶かす溶かさないとか、塗料が結局プラスチックを溶かしてしまって模型がダメになったっていうのが結構多いんで、そこでこのサフェーサーを使ってもらうといいんです。めっちゃ勉強になったっす全部聞けた気がするけどな。多分組み合わせというか、うちのあれを塗ってダメになったっていうのは多分ね、大体は組み合わせが悪いとか、弱いものを下に持っていくとダメです。よくね、模型でもやっぱエナメルアクリルの上にラッカーダメとかっていうのもあって、それやっぱり順番の乾かすの大事って。乾かすの大事。本当に今回何回ちゃんと乾かすって言ったかみたいな感じですよね。いや、英語で吹けたのがすごいっす。やっぱり。塗料ですか？なんか口径でかくなきゃダメなのかな。いや、そういうわけではないです。だから希釈も一応ベースとなる希釈はテックには変えてるんですけど、
まあ、それだけに別に特化せんでも、それによって、まあ、その流れやすいとかっていうのはあるとは思うんですけど、的には問題ない。結局その AG のその塗料も結局はそのベース自体つるっと濡れてるからAG 塗って仕上がったでクリアを塗ったら一気に溶けたってなるのは結局サフェーサーが入ってない状態でベースから浸透してしまって下のプラスチックとかしてるような状態なのでしっかりプラスチックとその1層目1回目一発目にかける塗料の間に層でビルド入れてもらえばサーフェイサーなんですね。変な話これも 1K だからって言ってたんですけど、だからウレタンサーフ使ったらまた全然違ってたかもしれない。変わりますね。やっぱこれラッカーサーフですよね。サーフ吹いてない。あ、もう吹かんのだけベースブラックからもう。あれ結構溶かしにくいでしょ。溶かしにくいけど多分結局これが引いてるのはクリアをかけたことによってそれの浸透で、これをサフェーサーを今の塗り方でもいいんで一層入れてもらってると多分全然型が変わってる。いやこれ関さんのキャンディー塗装だけど3本セットがもう先入観でこれ3つ3工程塗れば OK だっていう考えになるわけ、その前にこれをやった方がいいとか、だからそこはもう絶対なんですよね。それ前提なんで、だからなしで、まあ、ファンデーションなし下地なしで化粧する女の子がいない。ああなるほどなるほど。まあベースブラックっていうだけあってもうこれ下地なんだっていう先入観でそのままパーッと塗ってしまう。そうですね。ラッカーは結構それが多いんですよ。そのままいっちゃう人は。ラッカーでもそのサフェーサーの考え方を変えてもらったらもっとクリアでもツヤ残りが全然違うと思うんですよ。面白い。うちまだお店中案内してないんですけど、半分ぐらい塗装屋さんなんですよ。でラッカーへのメールとかも僕もこれもガンガンやるんであれなんですけど、いやこれはうちのお店の強みになるというか。だからねラッカーで仕上げるのも仕上がりとウレタンの仕上がりの差もあるし、確かにウレタンでここまで今の工程だけでパッとそのツヤでもう溶き出し線状態で持っていけるっていうのはね、ラッカーとは全然違う。だからラッカーもある程度もっこりするまで盛り上げるとそうでしょ。いやそうなんですよ。だからそのギリギリラインってみんな体感であって、もうこれ以上は垂れるっていう瞬間をもう垂れるの覚悟で俺やる。いやもう垂れたら削ればいいやって。だから結局のところ僕らの塗料ウレタンのクリアもそうなんですけど他の塗料も変に逆に自分のその縫い方で厚塗りする必要性ないんですよ。クリアが勝手に伸びてくれて勝手にツヤを出してくれるんでそこの考えの違いですよね。いやってこれやばいっすよ。これ1回で自分のこれあれですよ本当鼻毛抜けますよ。完璧に鏡っすもん。ちょっと歪んでちょっと男目に見えてちょっと細く見えるな。痩せたかな。いや嬉しい。もう今日完璧だわ。さらくさせてもらってるし。まあこれがあんだけ下が荒れてても。いやけど見たらやっぱね、これだけ粒子が粗いにした。粗いし色の出方がやっぱり違いますね。こっち側でもなんかパールとラメっぽく。この辺とかだって色出てないと思う。紫だから逆にサフェーサーとかを塗りたくなくてけどこういう塗料を使いたいとかっていう人がいるんであればシンナーだけラッカーシンナーに変えてもらうんですよ。ああすると多少変わるね。溶けにくくはない。下を動かさないっていう原因。けどそれをしてしまうとまた下が荒れたりとか。だから結局はこういうマジョーラとかが綺麗に発色して見えるっていうのはつるっと仕上がってるから綺麗に見えてるだけであって本当の底の底はそうだからその溶けるからって言って浅くかけるとかことをするのはあまり塗装としてはうまいやり方ではない。
本当にムラなく綺麗にもうピシッと何を塗るにしてもそうです。塗り方を変える。結構失敗したのがあまりにも綺麗にできた。いやいや、そうだ説得力がないよね。そう。いや、だからやっぱそういう意味で、まあベースの時であれだけ遂げてるのが分かってもらったら、いや、そうですね。あとはリカバリーはクリアが、まあ、とりあえずはやってくれてるけど、まあ本当はダメだよ。そう。うまい。そう本当そう。何でもそうだよね。筋彫りにしても何にしても、リカバリーの方法を知っとるけどんどん仕事ができるだけであって、それを知らんとみんな手が遅くなって要請。